んはギア比をどうやって決めてますか？タミヤ公式によると、わけわかんないよモーターとギア比の組み合わせで説明していますが、ギア比を考えるならタイヤ直径も考えなくちゃですよね。ということで今回はギア比とタイヤ直径の最適な組み合わせについて調査します。用意したのはこちら。タイヤはスーパーハードで統一しています。モーターはライトダッシュ。ローラーは MS シャーシのトライパーツセット。その他はノーマルです。今回のパーツについてちょっと計算。モーターのスペックはパッケージの裏から。アバンテちゃんの体重。それぞれのギア比とタイヤ直径による。スピードと力と加速度です。スピードが一番速いのは、ギア比 3.5 タイヤ直径 31mm。加速度が一番大きいのは、ギア比 4.0 タイヤ直径 24mm。つまりコースレイアウトによって、スピード重視なのか、加速重視なのか、最適なギア比とタイヤ直径が決まるです。あとギア比とタイヤ直径の組み合わせによっては、スピードと加速度が同じになる組み合わせがありますね。こんな細かい数字、小さなお友達は覚えていられないですよね。なので、こちらを用意しました。タイヤ直径をギア比で割り算、この値を先ほどの表に載せると、スピードと加速度との関係はこうなります。直径割るギア比が大きくなるほどスピードが速くなって、加速度は小さくなっていきます。つまり、ラップタイムを直径割るギア比で整理すれば、最適なギア比とタイヤ直径がわかる算段です。いざ実装、といきたいところですが、新品のタイヤはデコボコで、タイムがばらつきそうなので、軽く面出しをすることにします。一般のご家庭にはあるフライステーブルです。ヤスリはミニ四駆界隈で評判の誉れを使用しました。今回初めてタイヤの面出しをやったので、ポイントをいくつかご紹介。1、ジャックとホイールの距離は短い方が良きです。長いとホイールがブレになります。ちなみに 60mm の中空じゃないシャフトを半分に切ったらちょうど良かったです。2、ヤスリの張り出しは短い方が良きです。長いとヤスリが振動して、タイヤがなみなみになります。3、ヤスリは裏から押さえると良きです。これもヤスリの振動対策となりますが、ヤスリはメラぐらいアッチッチーになりますので、濡れタオルを使うのが良きです。でもタオルが巻き込まれ災害になると、指とか欠損しちゃうかもなので注意してね。小さなお友達は、お父さんとかにやってもらってね。4、慎重にちょっとずつ削ると良きです。一気に削ると、タイヤが熱を持って変形しちゃうので、濡れタオルが熱くなったらお休みする、ぐらいがいいです。ちなみに Y 方向に 0.05mm ぐらいずつ削ると良きでした。5、最初は小径タイヤで練習するのが良きです。直径が大きくなると収束が速くなって、難易度がルナキックになっちゃいます。ちなみに、フライステーブルの回転数は、最小の 8000rpm でやりました。6、ホイールとタイヤはセットで運用するのが良きです。ホイールも含めてタイヤを深淵に削ったので、もう、このホイールとタイヤは一連卓勝。どちらかがお亡くなりになるまでセットで使うのが良きだと思います。出来上がりはこんな感じ。マンダム。実装はみんな大好き JCJC です。ギア比3種類、タイヤ直径3種類の計9回のテストを実施。テスト結果は10周の平均値で評価。電池はリフレッシュからフル充電したものです。タイヤの面出ししたら直径が小さくなりました。あと、ホイールによるトレッドの影響を少なくするために、ボムリングを使って調整しています。まずは中径タイヤから。中径タイヤ、ギア比 4.0。中径タイヤ、ギア比 3.7。中径タイヤ、ギア比 3.5。次は小径タイヤ。小径タイヤ、
ギア比 4.0。小径タイヤ、ギア比 3.7。小径タイヤ、ギア比 3.5。最後は大径タイヤ。大径タイヤ、ギア比 4.0。大径タイヤ、ギア比 3.7。大径タイヤ、ギア比 3.5。結果はこうなりました。で、これをグラフにすると、美しく整理ができました。今回のベストは、大径タイヤのギア比 3.7 で 4.1 秒。タイヤ直径割るギア比が 8.3 でボトムになっています。つまり JCJC と今回のマシンの場合、直径割るギア比が 8.3 に近い組み合わせが最適。このボトムの位置はコースレイアウトやタイヤ材質、もしかするとモーターによっても変わってくるので、レースでは、このボトムの位置を早く認識することが、勝利の鍵となりそうですきり。